1648年、30年戦争を終結させた講和条約で、近代の主権国家体制の基礎となった歴史的な条約の名前は何と言いますか？ウェストファリア条約。17世紀半ばのイギリスで起きたクロムウェルが指導して王政をやめ共和制を樹立した革命の名前を何と言いますか？ピューリタン革命。イギリスで確立した君主とともに議会が存在し、君主の権力が法などによって制限を受ける政治体制を何と言いますか？立憲君主制。17世紀後半のイギリスで起きた世界初の立憲君主制と議会政治の基礎を固めた革命を何と言いますか？名誉革命。17世紀の後半、フランスで絶対王政を最も強めた国王は誰ですか？ルイ14世。自然科学の合理的な考え方から発展して市民に広がった思想を何と言いますか？啓蒙思想。人間は生まれながらにして生命、自由、財産を守る権利があると説いたイギリスの思想家は誰ですか？ロック。法の精神で三権分立を主張したフランスの思想家は誰ですか？モンテスキュー。社会契約論で人民主権を唱えたフランスの思想家は誰ですか？ルソー。1775年に独立戦争を起こした13の植民地の総司令官となり、アメリカ合衆国の初代大統領になったのは誰ですか？ワシントン。アメリカ独立戦争が始まった翌年に出された宣言を何と言いますか？アメリカ独立宣言。アメリカ合衆国で作られた立法、行政、司法の三権分立を定めた憲法を何と言いますか？アメリカ合衆国憲法。フランス国王が招集した聖職者、貴族、平民からなる議会に対抗して平民代表が作った議会を何と言いますか？国民議会。1789年、国王の弾圧に反発したパリ市民のバスティーユ牢獄の襲撃から始まった革命を何と言いますか？フランス革命。フランス革命の際に国民議会が発表した個人の権利や政治の原則を示したものを何と言いますか？人権宣言。1804年に皇帝の位につき、ヨーロッパの大部分を支配したフランスの軍人は誰ですか？ナポレオン。大量生産が可能になるなどの工業化によって、社会や人々の生活が大きく変わったことを何と言いますか？産業革命。イギリスの綿織物工場での大量生産を可能にしたワットが改良した石炭を燃料とする機械の名前は何ですか？蒸気機関。産業革命を18世紀後半にいち早く達成し、世界の工場と呼ばれた国はどこですか？イギリス。賃金、機械のような生産手段や土地を持つ資本家が賃金を払って労働者を雇い、利益を求めて自由に生産や販売を行う仕組みを何と言いますか？資本主義。資本主義が行き詰まり、労働者階級の団結によって社会主義が実現されると説き、資本論を表したのは誰ですか？マルクス。
マルクスなどが説いた生産手段を共有して平等な社会を目指す考えを何と言いますか？社会主義。独立後のアメリカ合衆国では、南部の州の黒人奴隷を使った大農園、プランテーションで、主に何が栽培されていましたか？綿花。アメリカで奴隷制度などをめぐる対立から1861年に始まった戦いを何と言いますか？南北戦争。19世紀のロシア、イタリア、ドイツでイギリスやフランスに追いつくために改革を進め、国家を作ろうとした動きを何と言いますか？近代化。イギリス、フランス、ドイツ、アメリカなどの欧米諸国は他の諸国に比べ経済力や軍事力に勝るようになったことで、これらの国々は何と呼ばれましたか？列強。ロシアが濃度解放令を出して改革を進めるきっかけとなった戦争を何と言いますか？クリミア戦争。オーストリアの支配下にあったが、サルディーニャ王国が中心となって中小の国々を統一し、独立を達成した国はどこですか？イタリア。プロイセン王国を中心に周辺王国をまとめ、ドイツ帝国を作った首相は誰ですか？ビスマルク。イギリスがインドに進出した頃、この地域を治めていたイスラム教の国を何と言いますか？ムガル帝国。イギリスが大量に輸出した結果、インドの手工業を衰えさせることになった安価な工業製品は何ですか？綿織物。1857年、東インド会社に雇われたインド人兵士が反乱を起こしたのをきっかけに、インド各地に広がったイギリスとの戦いを何と言いますか？インド大反乱。イギリスが清から大量に輸入していた農産物は何ですか？茶。1840年に始まり、2年後に清がイギリスに敗れた戦いを何と言いますか？アヘン戦争。アヘン戦争の講和条約として、イギリスと清の間で1842年に結ばれた清にとって不平等な条約を何と言いますか？南京条約。清で公衆膳を指導者として作られた国を何と言いますか？太平天国。